心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、僕がすごい尊敬する人が、何人もいるんですけども、北陸の方にね、素晴らしい日本を代表する会社があって、そこの会長さんお亡くなりになったんですけども、その方から教えてもらったすごいいい話というか、本当だなと思う話なんですね。その方は北陸に新幹線を通すようにしてくれたんじゃないかっていうぐらいの有名な方なんですね。もう福井県の方ではもう知らない人はいません。その方は僕ちょっと可愛がってもらったり、運がよくそこの会社の勉強会もさせてもらったりとかしてちょっと可愛がってもらってたんですね。そしたらそんな機会もあって先輩の話、めちゃくちゃいい話をするんですよ。でその方に美容師さんにもみんな聞かせたいからぜひ講演会してくださいということで講演会をしてもらったんですね。ちょうど1年に1回僕がやってる研究団、僕たち仲間でやってる研究会があって、それの1年間に1回だけ夏にサマーカレッジって言ってゼミを日本中の美容師さん集めて勉強会をする。その時に来てもらって、その会長さんにですね話を聞こうっていうことで聞いたんです。その時聞いた話なんですけどね、タイトルはですね、変化っていう字ありますよね。変化の人って書いて、宗教語で言うと変化のことを変化って読むらしくって、変化の人っていう話をするっていうんですよ。僕さ、なんかなと思ったら、人は生まれて死ぬまでにだいたい3人とか4人とか5人とか、それぐらいの数自分を導いてくれた、自分の人生からいい人生になるように導いてくれる人が4人から5人いると。その人たちのことを変化の人って言うんだよって言うんですね。その人は人間に見えるけど本当は神様の助手っていうか巫女さんみたいな人で、人の形で現れてるけど本当は神様みたいなもんで、あなたを良くしてあげようとする巫女さんみたいな人、その人のことを変化の人って言うんだよって。久保君にもきっといるだろうって、変化の人が今まで生きてきて、今自分があるのはあの人がいたからあの人と出会ったからってあるだろうって、僕にもあるって言うんですよ。例えば、一個一個細かく言うのもあれなんですけど、いくつか紹介すると、会長さん曰く自分は結婚した時に奥様の方のお父さんお母さんのお父さんがものすごい指導者の方で、その方にいろいろ指導してもらったっていうんですね。自分の巫女さん、その変化の人の一人目は自分の奥さんのお父さんなんだと。もう本当に毎日ちょっとした会話の中からでも勉強できたし、すごく自分を導いてくれたんですね。でそうこうしてたら事業が大きくなって、どんどんもうすごい会社なんで、そしてある時またちょっと悩んだりしてどうしようかなと思ってたら、またある日本でも有名な、化粧品会社でいうともうビッグ5ぐらいに入る化粧品会社の社長さんがおられて、その方が出会ってね、その会長さんにその出会った社長さんが、君今やってる仕事をね、もっといろんな分野で広めた方がいいんじゃないかっていうようなことを指導を受けてですね、あなたの技術力とか化粧品とかを作る力だから、薬品を作る会社をやってるんだったら、そのあなたのノウハウを使って女性の化粧品みたいなのをやったらいいんじゃないか的なアドバイスをもらった方がいるらしいんですよ。そこから今の会社を作り上げたっていうんですよ。また別会社でですね、今があるのは今言ったように何人か、今考えると変化の人だったと、人だと思ったけど、よくよく考えてみると神様のおそばにいる巫女さんみたいな、自分のことを助けてくれるために出会わせてくれた人なんじゃないかって、そういう人に出会える人生にしなさい、そういう人生になれば必ずうまくいくよっていうふうに言われたんですよ。自分にとって変化の人って誰でしょう。いつ出会ったんだろう。なんか考えてみてください。僕もありますよ。何度か話したことあるけど、僕がお店を出して全然うまくいかなくて、でその時に出会った人がアメリカで一番カットが上手っていう人がいて、その方に会ったんですよ。それで僕の人生は変わったんですよ。もうそれまでうまいと思って店出してるから、下手なのに。でもあまりにもうまい人見て、僕も鳥肌が立って、カットってこんなもんなんだっていうか、もう完璧なわけですよ。どうやって持ってもちゃんと揃ってるし、綺麗だし早いし、これなんだと思ってね、出した店を一回閉じて、でその方について、それ福岡で出会って、次の日大阪、次の日東京、ずっと追いかけてついていって、でしまいにはもうその先生が帰る日をマネージャーさんに聞いて、でそれを聞いた日の飛行機をもう勝手に自分で取って、
でその先生は偉い席で、広い席で、僕はエコノミーの席に乗ったんですけどね。でその出会いがあって、また今度ゆっくりその話します。面白いエピソードがいっぱいあるので。そういうことで僕からすると一番最初はその自分に本当の技術を教えてくれた人、それがやっぱり変化の人なんだろうなというふうに思いますし、その後いろんなことがあって、辛い時があったりいろんなことがあって出会った人も変化の人っていうふうに言えるんじゃないかな。僕はもう一番弟子で雇ってて、一番最初18歳から入ってきて50歳までいてくれて、でも悲しいことにがんで亡くなった子がいるんですよね。その子も変化の人だったですね。今考えると従業員の人いっぱい辞めてしまって、お店も辞めようかなと思った時に、その彼女が「先生、私たちが受けいいじゃないですか」って、辞めた人のことなんか考えないで私たちが受け大丈夫よって言ってくれた一言で今がありますからね。だからそういうふうに皆さんも人生生きてきたら、助けてもらったなとか、人に自分が影響を受けたなっていう人のことを変化の人って言うんですよ。そういう人を大事にしないといけないですね。またそういう人ってね、多分ね、求めてると出会えるんだと思うんですね。やっぱり自分がって言ってる人はきっとそういう出会いがないと思うんで、ぜひやっぱり成功してる先輩方みたいに変化の人に会えるような人生にしましょう。変化の人に、普通の人は2人か3人出会うっていうけど、これは4人5人6人とかだったらすごいのにね、そんなことは欲張りですかね。なんかそんなことがあったらもっと人生楽しくなるのかなと思ったりしますね。ちょっと宗教みたいな話になりましたが、本当ありですよね。変化の人、皆さんの人生にもあると思うよ。自分の人生この人と出会ってなかったら絶対今がないなっていう、そういう人がいるっていうことで、その人は人間ではなくて人間の形をした神様だったっていう、そんな話でした。ぜひ皆さんも変化の人に出会えるように頑張ってください。じゃあまた会いましょうね。さよなら。